まだ起きてるなら今日は気になる話から行くのだ。いきなり重そうね。眠気は吹っ飛びそうだわ。家計に響くやつから始まる感じだよね。NHK の世論調査では全国3600人に郵送で聞いて2108人が答えたのだ。回答率は 58.6% なのだ。それでこの1年に経済的な理由で受診を控えた人が 9% だったのね。よくあった。時々あった。を合わせて 9% って少なくは見えないじゃん。50代までは各年代で 10% を超えていて、現役世代で高い傾向だったのだ。60代は 8%、70歳以上は 6%、働く世代ほどしんどい構図が見えるわね。通院を我慢するのって充電が 5% なのに動画を回し続ける感じで怖いよね。そして保険料や税金の負担増を受け入れられるかでは 68% が受け入れにくいと答えたのだ。31% しか受け入れられる側じゃないので、数字の差がはっきりしてるわ。高齢化と医療技術の進歩で医療費が増え続けるから、そこをどう分け合うかが問題なんだよね。高額療養費制度みたいに負担が大きくなりすぎない仕組みもあるのだ。要は払う側が倒れないように上限を置く考え方ね。命に関わるところは守りたいもの。でも保険料だけ上がると家計はぎゅっと苦しくなるじゃん。そりゃ反発も出るよね。みんなは医療を支える負担が増えるならどこまでなら納得できるのだ？私は負担の理由と使い道が見えないと受け入れにくいと思うわ。病院に行くのを後回しにしちゃう前に相談先が分かりやすいと助かるよね。我慢しすぎると後で余計に大変になるのだ。結局これって家計と健康の両方の話なのよ。次は世界とつながる SNS の話に行くのだ。日本と EU が子どもの SNS 利用について共同声明をまとめたのだ。日本側は林総務大臣と松本デジタル大臣、 EU 側はビルクネン上級副委員長が出席したのね。ブリュッセルまで集まって話すってかなり本気じゃん。子供が SNS でトラブルに巻き込まれるのを防ぐのが狙いなのだ。地域が違っても同じ問題が起きるなら国ごとじゃ足りないわね。アーシの周りでも知らない人からの連絡とか気をつける話はあるよ。ヨーロッパやアジア各国でも規制の動きが広がっていて、世界各地で議論になっているのだ。だから取り組みの情報共有を強めるって流れなのね。共同声明には AI の活用についても信頼性の高い基盤作りが必要だって入ってたじゃん。 AI は便利だけど土台が弱いと変な結果が出やすいのだ。そこを整えるってことなのだ。作業部会まで設けるなら言うだけじゃなくて詰める気はありそうね。作業部会って細かいところを担当して進める小さなチームみたいな感じだよね。林大臣は AI やオンラインの安全安心を確保する有意義な議論だったと言っていたのだ。安全と便利さどっちも欲しいから難しいのよ。片方だけじゃ足りないわ。みんなは年齢ごとのルールを分けるやり方って必要だと思うのだ。機能ごとに守るのか年齢で線を引くのか、そこはかなり気になるじゃん。甘くしすぎるのも危ないし締めすぎるのも息苦しい。バランス勝負ね。じゃあ次は海の上の安全の話に移るのだ。日本とフィリピンが中古の護衛艦の移転に向けてワーキンググループを設けることで一致したのだ。会談はマニラで1時間余り。冒頭から連携強化をかなり強く打ち出していたのね。ワーキンググループって具体案を詰めるための担当チームみたいなものじゃん。阿武隈型護衛艦や TC90 練習機の早期移転を進めるための協議なのだ。護衛艦は海を守る船、練習機は操縦を学ぶ機体よ。用途が違うから話も分けて進むわね。相手の希望に合わせて動く感じ結構実務っぽいよね。会談では南シナ海や東シナ海での一方的な現状変更に反対する考えも揃えたのだ。中国を念頭に置いたやりとりね。ここはかなりはっきりしたメッセージよ。先月の改正で防衛装備移転三原則の運用指針が変わっていわゆる5類型は撤廃されたのだ。前は輸出できる武器の種類を細かく絞っていたけど、その枠組みを組み替えたという見方が近いわね。それで
殺傷能力のある武器の輸出も原則可能になったよね。制度の変化が大きいじゃん。テオドロ国防省から支持と期待が表明されて、装備や技術協力を進める覚書にも署名したのだ。維持や整備まで含めて考えるなら、ただ渡すだけじゃ終わらないのよね。現場で使い続けられるかまで見るの、地味だけど大事だよね。みんなは防衛協力って聞くと遠い話に感じるのだ。でも海の安全や物流にもつながるから、無関係とは言い切れないわ。暮らしの周りの話に置き換えると、少し見えやすくなるよね。じゃあ、ここで少しだけ息抜きの小話に入るのだ。ここでアシから、ちょい意外な小ネタいくね。意外なやつなのだ。医療って、実はどこまで含めるかに決まった一言がないんだよ。国や地域、時代で少しずつ違うらしい。へえ、そんなに幅があるのね。しかも日本では、政策上、医療と介護を分けて考えてるじゃん。病気への対応と生活の支えを別に見てる感じ。同じ助けでも役目が違うのだ。在宅だと家族が関わる場面もあるから、病院だけの話じゃないってところが面白いよね。言葉の範囲が広い分、考えることも増えるわね。今日は負担の話も安全の話も結局は毎日の暮らしにつながっていたのだ。概要欄のリンクもあるから気になったら見てみてね。高評価してくれるとこちらも報われるわ。また次回も見てほしいのだ。